はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。こちらのチャンネルでは、日本語の勉強に役立つ様々な動画を紹介しています。他にも、オンラインサロンでの会話練習とか、文法のクラスなどもありますので、よかったらそちらも参考にしてください。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では、日本人同士の自然な会話表現が学べます。今日は東京浅草の雷門の近くで撮影した動画を使います。雷門というのは有名な観光地です。そのすぐ近くで伝統的なお菓子、雷おこしを販売しているお店で動画を撮らせていただきました。私が雷おこしを買う時の様子、そしてお店の方との会話表現などを紹介します。このシリーズの動画で紹介する会話は本当に自然な会話です。教科書の中のはっきりしたわかりやすい日本語ではないですが、現実の世界の日本人同士の会話なので、ぜひね、ちょっと聞き取りに挑戦してみてください。まずは練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を見ます。この時点では会話の内容が聞き取れなくても大丈夫です。全体の流れを把握してください。次に重要なキーワード10個を紹介します。この10個の単語に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後、会話の中の重要な部分について私から解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を見ます。そして最後に字幕がない動画を見ます。最初には何一つわからないと不安になった人も、最後、今日のこの練習の動画を最後まで見終えた時には、わかる単語、聞き取れる単語が一つや二つはあるはずです。自分が成長したということをぜひ実感してください。それでは早速始めましょう。それでは早速練習を始めましょう。この動画は東京浅草で撮影しました。雷おこしという伝統的なお菓子を販売しているお店で、私がその商品を購入して支払い方法について相談をする場面です。それでは一度見てみましょう。どうぞ。すいません、これ、一ついいですか？はい。タッチ決済のできますか？ここのレジを持っていくと、カードできます。ここはペイペイか現金だけなんで。じゃあ、あっちに持ってってもらっていいですか？はい。じゃあ一緒に行きましょう。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？今の時点でわからない部分が多くても大丈夫ですからね。では続いてキーワード10個を紹介します。こちらです。一つ、タッチ決済、レジ、カード、ペイペイ、現金、あっち、いいですか？一緒に、ありがとうございます。はい。ではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。すいません、これ、一ついいですか？はい。タッチ決済のできますか？ここのレジを持っていくと、カードできます。ここはペイペイか現金だけなんで。じゃあ、あっちに持ってってもらっていいですか？はい。じゃあ一緒に行きましょう。ありがとうございます。はい。それでは続いて重要な部分について私から解説をします。最初に私がお店へ近づいていってこのように言いました。すいません。これ、一ついいですか？すいません。これ、一ついいですか？はい。日本で人に話しかけるときによく使われるのが最初のすいませんです。すいません。これ、一ついいですか？はい。すいませんまたはすみませんと言います。すいませんの方が少しカジュアル。すみませんはやや丁寧な表現です。今回私はすいませんと言いました。
すいません。これ、一ついいですか？すいません、これ、一ついいですか？はい。続いて商品を購入するときの表現を見てみましょう。よく使われるのはこのような表現です。これ一つください。これ一つお願いします。くださいとかお願いしますというのが一番よく使われます。他にもこのような言い方もあります。これ一つもらえますか？これ一ついただけますか？もらうまたはいただくという表現を使う、このような言い方もあります。そして今回私が使ったのは、一ついいですかという表現です。いいですかというのは、相手に何か許可を求める、了承を求める感じですよね。今私が買おうとしているのは、目の前で作ってくれるタイプのお菓子です。他にも工場で作ってすでに袋の中に入れてある商品もたくさんあったんですが、私は今目の前で作られた出来たての雷おこしを買いたいと思っていました。そこで私がいいですかと言った理由は、その商品がもしかしてまだ完成していないかもしれない。まだ販売できる状態じゃないかもしれないという心配が少しあったからです。それでいいですかと言いました。すいません。これ、一ついいですか？すいません、これ、一ついいですか？はい。もし他の表現をするなら、例えば、一つ買ってもいいですか？購入してもいいですか？というふうに、買う、購入するという動詞を前につけます。それから、間に挟まれている、というの。これは、次に何を言うか少し考えている、迷っている時に使われます。すいません。これ、一ついいですか？すいません、これ、一ついいですか？はい。今回は私は商品を何個買おうかなと一瞬だけ迷ったので、その瞬間に出てきた言葉がでした。すいません。これ、一ついいですか？すいません、これ、一ついいですか？はい。そしてこのお店の男性はこのように言いました。はい、いいですか？すいません、これ、一ついいですか？はい。通常このようにお客さんが商品を買いますと宣言した時に、店員側、店側の言うことは、ありがとうございますとか、かしこまりましたが多いです。今この男性がなぜいいですかと言ったのか、実はそれはこの場面の前にあります。実はこの場面の前に私はこの男性がお菓子を作る場面も撮影していました。作るところを撮影してもいいですかと聞いて、いいですよと言ってくれたのでずっと撮っていたんです。で、その後に私が一つ買いますと言いました。その時点でこの男性はおそらく私はただ撮影をしたい人で買いたい人じゃないと思ったかもしれません。それで、撮影だけじゃなくて買うこともしたいんですか？それもいいんですか？と思いました。おそらくね。それで、はい、いいですか？と、このような発言につながったのだと推測します。はい、いいですか？すいません、これ、一ついいですか？はい。続いて私が支払い方法についてこのように聞きました。タッチ決済のいけますか？タッチ決済のいけますか？タッチ決済というのは、クレジットカードやスマートフォンなどを機械に近づけて支払う方法です。それをタッチ決済と言います。タッチ決済のいけますか？タッチ決済のいけますか？そしてタッチ決済のこののは何かというと、タッチ決済のクレジットカードとか、タッチ決済の方法
とか、後ろには実は他の名詞が続きます。でもここでは私は後ろの名詞は言わなくて、タッチ決済のだけ言いました。タッチ決済のいけますか？タッチ決済のいけますか？続いて、いけますか？これは会話で時々使われる表現です。この場面では、使うことができますか？使えますか？可能ですか？という意味です。タッチ決済のいけますか？タッチ決済のいけますか？このいけますという表現は、後でお店の男性も使っているので、ぜひ注目してみてください。タッチ決済のいけますか？タッチ決済のいけますか？続いて男性はこのように言いました。タッチ決済。タッチ決済のいけますか？そして続いてこのように言いました。向こうのレジへ持っていくと、カードでいけます。ここは PayPay か現金だけなんです。タッチ決済のいけますか？向こうのレジを持っていくと、カードで行きます。ここはペイペイか現金だけなんです。じゃあ、向こうというのは、この今私たちが話している場所から少し離れた場所のことです。それを向こうと言います。向こうのレジへ持っていくと、カードで行けます。ここは PayPay か現金だけなんです。タッチ決済のいけますか？向こうのレジを持っていくと、カードで行きます。ここはペイペイか現金だけなんです。じゃあ、向こうを使った例として、例えばこのような文があります。向こうの店員さんに聞いてください。お手洗いは向こうにあります。今話をしているこの2人から少し遠い場所、それを向こうと言います。今回はレジの場所について、今話している場所からちょっと遠い離れた場所にある、そのレジを指して向こうと言いました。タッチ決済のいけますか？向こうのレジを持っていくと、カードで行きます。ここはペイペイか現金だけなんです。じゃあ、続いて、持っていくとのとの部分に注目してみましょう。というのは条件を表します。A と B の形で使って、B を実現する条件は A だと言いたいときに A と B の形で使います。今回だったら、私はタッチ決済の方法で支払いたいですね。例えばクレジットカードとか IC カードとか。で、そのようなカードを使ったタッチ決済を実現するその条件は、向こうのレジへ商品を持っていくことです。それで、向こうのレジへ持っていくとカードで行けますと言いました。この行けますというのはさっき私も言いましたよね。使うことができます。可能ですという意味です。向こうのレジへ持っていくと、カードで行けます。タッチ決済のいけますか？向こうのレジを持っていくと、カードで行きます。ここはペイペイか現金だけなんです。じゃあ、そして、というのは、ちょっと考えている、次に何を言うか、ためらっているとか、そのような時によく使われます。最初の私のとほぼ同じような感じです。向こうのレジへ持っていくと、カードで行けます。ここは PayPay か現金だけなんです。続いて後半の部分の PayPay、現金という支払い方法ですね。PayPay というのはあるアプリケーションを使った支払いのサービスです。日本では広く使われています。PayPay で支払う場合には QR コードを使って支払いをします。客側が QR コードを読み取る、そして金額を入力するというような方法で支払うことが一般的です。それから間の部分のだけ、これもよく使うのでちょっと注目してみましょう。ここは PayPay か現金だけなんです。タッチ決済のいけますか？向こうのレジを持っていくと、カードで行きます。ここはペイペイか現金だけなんです。じゃあ、だけというのは今
提示したもの、それ以外はないという意味です。今回は PayPay、現金、この2種類以外はないという意味で PayPay か現金だけなんですと言いました。だけを使った例文は例えばこのようなものがあります。飲み物だけ買います。つまり飲み物以外は買わないということです。参加できるのは会員だけです。つまり会員以外は参加できないということ。今日は見るだけだよ。何も買わないからね。これは時々小さい子供とかを連れて買い物に行くとき、見るだけです。それ以外はしないということ。つまり買わない、触らないということです。今日は見るだけだよ。何も買わないからね。このようにだけというのはそれ以外はないという意味で使います。向こうのレジへ持っていくと、カードで行けます。ここは PayPay か現金だけなんです。タッチ決済のつけますか？向こうのレジを持っていくと、カードで行きます。ここは PayPay か現金だけなんです。じゃあ、そして最後の部分、なんです。これは理由とか事情を説明するときに使われる形です。単純にカードは使えませんというと、それはただ事実を相手に伝える。でも、カードは使えないんですというと、理由や事情を説明するというニュアンスになります。個人的な印象として、カードは使えませんよりも、カードは使えないんですの方が、より柔らかく相手に説明をして理解をしてもらうという姿勢が感じられて、どちらかというとね、なんですを使った方が優しい雰囲気がします。ここは PayPay か現金だけなんです。タッチ決済のつけますか？向こうのレジを持っていくと、カードで行きます。ここは PayPay か現金だけなんです。じゃあ、そしてその後、私がこのように言いました。あ、わかりました。じゃあ、あっちに持ってって払ってもいいですか？現金だけなんです。じゃあ、あっちに持ってって払っていいですか？はい。実は今回私が言ったわかりましたはすごく早口でした。後半の部分はほとんど消えて聞こえないと思います。実際の漢字はわかりました。わかりましたぐらいの感じです。現金だけなんです。じゃあ、あっちに持ってって払っていいですか？はい。このような言い方ですね。例えば、お店でちょっと活気がある賑やかな感じの居酒屋とか、ラーメン屋さんとか、店員さんも忙しくしているような雰囲気の、そういうお店へ行った時に、いらっしゃいませとか、ありがとうございますとか、ちょっと後半が早くて消えていくような感じの日本語って聞いたことないですか？急いでいるとか、次の言葉をもうちょっと早く言いたいとか、なんとなくそういう雰囲気の時に、後半がね、早くなって、あるいは消えたりしますね。はい。今回、私別に急いでるわけではなかったんですが、次に言うことがもうパッと頭に浮かんでしまったので、わかりましたってしっかり言わないで、わかりましたっていう感じになりました。実際にね、言いたいことは、わかりましたです。わかりました。じゃあ、あっちに持ってって払ってもいいですか？現金だけなんです。じゃあ、あっちに持ってって払っていいですか？はい。多分日本語を勉強していく中で、だんだん推測できるようになるかなと思います。例えば、ありがだけ聞いたら、後ろにはとうございますが来るなとか、いらっしゃだけ聞き取れました。でもこの場面だったらこれはいらっしゃいませですねとか、さっきの私のだったら、わかりだけ聞こえましたね。でも、この場面で説明されてだったら、私が言うことは、わかりましたですねとか、ちょっとね、後半の聞こえない部分を推測できるようになれたら、日本語上手だね、日本語の聞き取りすごいねっていうレベルになります。現金だけなんです。じゃあ、あっちに持ってって払っていいですか？はい。
続いて、あっちという部分に注目してください。こっち、そっち、あっち、どっちという言い方があります。これは丁寧なバージョンは、こちら、そちら、あちら、どちらです。比較的カジュアルな会話の時には、こっち、そっち、あっち、どっちが使われます。今回私はあっちと言いました。あっちはあちらと同じです。今自分がいる場所から遠い場所を指すときに、あっちまたはあちらと言います。現金だけだと。あ、わかる。じゃあ、あっちに持ってっていいですか？はい。わかりました。じゃあ、あっちに持ってって払ってもいいですか？現金だけだと。あ、わかる。じゃあ、あっちに持ってっていいですか？はい。そして続いて次の部分、持ってって。これも会話特有の表現です。実際に日本人同士の会話ではよく使われます。現金だけだと。あ、わかる。じゃあ、あっちに持ってっていいですか？はい。てってはていってと同じです。いが省略されててってになります。なので、持って行っては持ってって。他にも例えば、食べて行っては食べてって。見て行っては見てって。このように、て行くのてけ、て行っての部分がてってに変わります。じゃあ、あっちに持ってって払ってもいいですか？現金だけだと。あ、わかる。じゃあ、あっちに持ってっていいですか？はい。このてってを使った例として、例えばこのようなものがあります。この荷物、部屋に持ってってください。持ってってくださいは、持って行ってくださいです。さらにカジュアルにするなら、くださいを省略して、この荷物、部屋に持ってってと言います。家族とか友達とかの場合は、このように、部屋に持ってってと言います。持って行ってイコール持ってってです。あと他にも例えば、帰りに家に寄って晩ご飯食べてってよ。食べてっては食べて行ってです。友達に伝えるときとか、食べてってよ、見てってよと言います。わかりました。じゃあ、あっちに持ってって払ってもいいですか？現金だけだと。あ、わかる。じゃあ、あっちに持ってっていいですか？はい。続いて最後の部分、払ってもいいですか？ここでは動詞のてけプラスもいいですかの形が使われています。これは相手の許可、了承を求める形です。わかりました。じゃあ、あっちに持ってって払ってもいいですか？現金だけだと。あ、わかる。じゃあ、あっちに持ってっていいですか？はい。動詞のてけプラスもいいですかの例としては、例えばこのようなものがあります。カードで払ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？試着してもいいですか？ここに座ってもいいですか？このように相手の許可、了承が必要な場面で、てもいいですかとよく言います。現金だけだと。あ、わかる。じゃあ、あっちに持ってっていいですか？はい。そしてその後男性がこのように言いました。じゃあ一緒に行きましょう。じゃあ一緒に行きましょう。ありがとうございます。一緒に。例えば、一緒に写真を撮ってもいいですか？写真を撮るということ、それを一緒に、共にします。一緒に写真を撮ってもいいですか？あと二つ目。この作品は父と一緒に作りました。この二つ目の例の場合は、とがあるので、一緒には言わなくても大丈夫です。この作品は父と作りました。でも一緒にを入れることで、よりこれは共同作業なのだ、共にこの行動をしたのだということが強調されてね、はっきりわかります。この作品は父と一緒に作りました。今回は男性が自分と、そして客である私、共にレジへ、あちらの方へ移動しましょう、行きましょうということで、じゃあ一緒に行きましょうと言いました。じゃあ
じゃあ一緒に行きましょう。ありがとうございます。そして私は、ありがとうございますと言いました。じゃあ一緒に行きましょう。ありがとうございます。はい。それでは続いて日本語の字幕がある動画を見てみましょう。今一つ一つの表現を勉強してきたので、わかる部分が増えているはずです。それでは見てみましょう。どうぞ。すいません、これ、一つ。いいですか。はい。こっち決済の聞きますか？向こうのレジを持っていくと、カードできます。ここはペイペイか現金だけなんです。わかる。じゃあ、あっちにもう一回ってはいいいですか？はい。じゃあ一緒に行きましょう。ありがとうございます。では最後に字幕がない動画を見ましょう。今日最初に字幕がない動画を見たとき、わからない部分が多かった人も、今なら聞き取れる単語が2つ、3つぐらいあるかもしれません。ぜひ挑戦してみてください。では、どうぞ。すいません、これ、一つ。いいですか。はい。こっち決済の聞きますか？向こうのレジを持っていくと、カードできます。ここはペイペイか現金だけなんです。わかる。じゃあ、あっちにもう一回っていいですか？はい。じゃあ一緒に行きましょう。ありがとうございます。はい。皆さんお疲れ様でした。どれぐらい聞き取れましたか？もしわからない部分があったら、ぜひ繰り返し聞いてみてください。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。